社会の問題ってずっと高橋さんがおっしゃってる部分ももちろん分かるしとは思うんですけど、そう考えるとうちの政党に入ると実は裏金っていうのありますよっていう募集の仕方も一緒だし、うちの車の修理の現場入るとゴルフボールでさらにねぶっ壊しますよとかっていうのは正しい求人じゃないですか。裏の情報まで全て伝えてオープンにするって意味で闇バイトですね、みんなね。そういう意味ではほとんどの多分会社が嘘の情報で求人してるから、日本全部闇バイトなのかもしれない。嫌な上司いることとか書いてないですもんね、求人の時に。まだね、この裏の部分っていう表現と闇の部分は違いますからね。裏の部分は犯罪にまでいかなくても。さっきのも犯罪じゃないですか。脱税だったり捕まってるから現に。高橋君がその24歳で10万円のに気づかないのもアホだけど、よく考えたら日本中大企業も不祥事いっぱいやってるけど、なんか闇深いかもね。非合法のとことか違法なとこもあるし、そうじゃない人権無視とか自分の求人内容とは違うものに進路に進んじゃったって人が多分半分以上いるんじゃないの。そういう意味では日本全国が闇バイトなんだ。小浜さん、大学生の立場からしてどこまでその開示している情報を自分で調べようと思います？ 21で就活の代で周りみんな就活してるんですけど、やっぱり情報を見ていってインターンとかで全然違ったっていうのはもう日常茶飯事というかほとんどですよね。結局表に出た情報と会社に行って実際にちょっと働いてみたりとか話してみたら全然違ったとかっていうのは、闇っていう部分で言ってしまったらその全ての会社組織的な問題でもう闇な部分はもうほとんどなんじゃないかな。友達で社会人で本当に理想通りのなんか仕事だったみたいな人言ってる人なんかいないよ多分。だから一つ見抜く力っていうのも重要になってきますけど、高橋さん、ただ働こうと思っただけなんですよね。ただ普通に働こうとしただけなんですけども、普通のバイトじゃ到底生活なんて苦しいですし、それが原因でこういう高い収入のバイトに手を出してしまうんじゃないかなと僕は思いますし、僕が思うのは全国全てがほとんど闇バイトだと思ってくださいと。社長が顔出してないとか、SNS でガンガン社内情報を出してないところは多かれ少なかれ全て採用求人をいいとこだけ書いてあってる騙し広告だから、これを見てる若者が全てに警戒する。時給1000円のところもなんかおかしいんじゃないかなと、そういうふうに世の中を疑ってかかる、求人を疑ってかかるっていう姿勢は大事かなと。なるほど。闇バイトを野放しにしていて、結果的にこの騙されてしまう人を助けられない社会が悪い、この社会が悪いっていうのはどう思いますか？でもそれはそうだと思いますよ。一理あるとは思いますけど、虚業増えましたよね。インフルエンサーとか、よくわかんないけどお金持ってる若い子とかも同世代にはいたりして、でもお金ない人っていうのが自分の周りにはほとんどでみたいな、なんでこの人たちお金持ってんだろうとか、ネット上で見る同世代のキラキラした一部の人たちとの自分のギャップみたいなものも要因になってんのかなとは思いますし、こういう子が刑務所行っても何も変わんないですか、やっぱりもう一回パクられるような人生歩んでいっちゃうと思うんですよ。行っちゃえばもう刑務所入るとその後の就職が本当に難しくなるので、ブラックリストにも基本的に載ってしまうし、ってなるとその後の生活の方が難しいと思うんですよ。被害感情があるのはもちろん分かるんですよ。だからその社会の問題の部分もあるとは思うし、でもその米尾さんおっしゃってるように、そのまんまだと何も自分が悪かったと思えないと繰り返すよねっていうところも問題だと思ってて、自分にも非はあったなって思うところって高橋さんあるんですか？自分はちょっと情報弱者でちゃんと調べられるような環境ではなかった。情報集めてバイトに行ったんじゃないですか？でも何が悪くて何がいいバイトでっていうのを全く分からない状態でしたし、みんな後から応募概要とか見て危なさそうだとか、これは危険だねとか闇バイトだねって言うんですけども、やってみなきゃ分からないじゃないですか。後からこうやって言うのは簡単だと思うんですよね。アナウンサーとか、皆さんいろんな仕事してるけど、なんか思ったのと違うなってあったでしょ今まで。あります。話違うよみたいな。世の中そうなってんだよ。でも情報が少なかったからといって犯罪に加担するのはその理由になりますか？リスクを避けるっていう努力をする義務はあると思うんですよ。多かれ少なかれ全員高橋君ってことだよ。の部分がある。僕ら全員が。みんな高橋さんならもっと慎重に行動すべきじゃないですか。こんな気軽に闇バイトに手出すんじゃなくて。正論言っても多分何も変わんないと思う。でも本当に失礼なんですけど、なんか分かんないって私境界性知能とかそっち系なのかなってマジで思うんですよ。そのバカにしてるとか煽ってるとかそういうことじゃなくて、
て、高橋君が今こうやってみんなが言うことに全くピンとこないっていうんだったら本当に大人の問題なのかもなって思ってます、今話を聞いて。山本社長はみんな高橋君の部分があるとあると思う。だから学校の先生とか幼稚園の先生がね、この国の政治家は裏金で嘘ついてるよとかね、憧れの芸能事務所もそういうエロいことやってるよとかっていうのをもっと出して、ね、疑ってかかんなきゃ今難しいかもね。正しい良心もあっていいことやってんだけど、やっぱりちょっと闇深いよね、最近政治とかいろいろ見せても、発信された情報も受け取る方も全部疑ってかからないといけないみたいな感じには確かになってますね。貧しい人を狙って募集出してる時点で僕は悪いと思います。それでもビジネスになるね。なんかファクトチェックじゃないけど、とある星をつけるとこの求人広告は精度が高いとか正しいよというような機関を僕らとかで作ってさ、やってったらめっちゃ儲かりそうだよね。一つ民間が参入して、安全性の高いアルバイトをちゃんと責任を持って紹介する。あと安全性だけじゃなくて合法化だけじゃなくて、求人内容は正しいか、例えば残業なしとか、交通費支給とか、未経験から歩合が稼げるとか、本当かなっていうのを検証して、ね、それをちゃんと星つけていく。でもある程度やっぱりその今の求人サイトも責任持ってもちろんねされてると思います。学校の教育っていう話がちょっと出てたと思うんですけど、若いうちから携帯持って SNS とかいろんな情報に触れる。さっき情報弱者っておっしゃってたんですけど、情報弱者というよりも情報が溢れすぎてて上手な取捨選択ができてない方が多いんじゃないかなっていうふうに思いましたね。だからもうどういう情報が正しいか正しくないかっていうのはもう正直誰が決めれるもんでもないラインのところも多いと思うんですけど、そういうのをもっとなんか授業でなんか取り入れていくとか、高校の授業とかでもっとそういうのを深く掘って SNS に対しての怖さとかだったりとかも。結構政府が楽なバイトはないですよ、高額のバイトはないですよ、結構発信して CM でも若いタレントを使って発信してますよね。そういったものは響いてますか、若者に。いや響いてないと思う。正直もう本当にお金がなくて切羽詰まってたらそんなのはもう受け入れられないというか、もうその分かってるけどでもっていう風になっちゃうんだろうなと思います。社会のサポートがない方が悪いと思います。サポートでもそれは結局でも皆さんおっしゃってるやっぱ自分が取捨選択できてないから悪いんですね。やっぱ10万で何が危なくて何が安全かっていうのを見ただけで分からなくないですか。でもやっぱ1日10万っていうやっぱそこのラインです。2人とも共通してるのはお金がないからしょうがないっていう。もしお金が何千万も貯金があったらやらないってことでしょ。そういう危険なよく見えない不透明な日当が異様に高いのはちょっと避けるわけです。お金がない時に何をするか。一発そういう楽してなんか危険かもしれないけどって発想がやばいよ。今お金がないってことは昨日とか1ヶ月前とか3ヶ月前にコツコツやるべきことやんなかったんだから、今日からコツコツちゃんとやっていけばスキルがついたりしてどんどん時給とかも上がっていくわけじゃん。若い子たちって基本的にその大前提お金ないじゃないですか、楽して金を稼ぎたいっていうのが大前提あると思うんですよね。楽して金稼ぎたいけどそんな社会甘くないじゃないですか、そういう発想に至る原因が多分闇バイトになるとは思うんですけど、これがバレた時にでもいやって脅されたのでって言えちゃうじゃないですか、これすごいいい逃げ道ですよね、こういうなんか大義名分があればなんかいいことだと思っちゃってる人って俺結構一定数いる気がします。実際に米尾さんはその過去振り返っていて、ご自身がお金がなかった時どういう心境で働いてました？僕は僕刑務所行った経験があるので、当時はお金なかったら別に善悪の判断基準がないんですよ、善悪が。だから何してもいいと思ってました正直。何でも。それ何歳ぐらいまで？僕は19でバカだから19の時には。それはやっぱりお金がないからもうお金稼ぐためにはもう善悪というもう考え方自体もなかった？ないですね。もうお金さえ手に入れば生活できれば全く問題ない。その被害に遭ってる人たちの気持ちとかもそこまでもう余裕がないってことですか？余裕もなければ若い時って自己中心的じゃないですか、その人の気持ちを考えられるほど大人でもないし、っていうのは分かりやすく僕の場合はありましたね。やらなかったらお前の家族とかそういうことを言われたら誰でもやりません。誰でもやるんだけれどもダメなんだよ、多分誰でもやっちゃうと思う。それはけどダメなんだよ。それだからいいってことには多分ならない。
犯罪者予備軍に近いからこそ誰でもできるんですよ。通常の人だったらやっぱできないんですよ。やらないって思う。いいんですよ。いやでも警察に相談しようっていうのが多分本当普通の人の頭なんですよ。シンプルにどんなに脅されても警察に行ったら何するぞって言われてもでも警察に行こうって思うのが普通な意見だと思いますよ。そういう時ってすごい視野狭くなっちゃうような気がするんですよね。これに言われてる状況で正常な判断ってもう下せないと思います。個人情報は取られているわけですよね。はい。すべての情報を捉えてる中で、こうやって追い詰められていったら、正常な判断とか下せる状況じゃないと思います。しかももう親とかも頼れないから自分でバイトしようと思っていたから。頼る相手がわからないんじゃないですか。そういう時にいないわからないが問題ではありますよね。僕もその時誰頼っていいかなんか分かんなかったですし、頼る相手がいなかったっていうのはやっぱありますよね。それは一旦刑務所に入ってから考えを改めて善悪の判断がつくようになったということなんですか。そうですね。はい。 10年ぐらい前に例えばテレビとか広告とかそういう媒体が出してるものを信じますかって言ったら中国の人は中国政府が流してるニュースほとんど信じない。日本人はみんな信じますだったんです。最近ちょっと変わってきて SNS の方が強いとかテレビも情報正しくないんじゃないかってなってきてからテレビも求人広告も善良な人が作ってると思わない方がいいかもしれないね。一斉にいろんな企業を見直してやっぱり浄化されるまではしばらくはもう広告なんかほとんど嘘だなと思う姿勢が若者に必要で老人にも必要で闇バイトみたいのずっと明日も今日もあると思うから若者はもう全て何にエントリーする時ももしかしたらやばいかなって思わないとダメ。ここまで言っていただけたらちょっと考え方変わるんじゃないですか。今もうこれだけ全部を疑えと疑ってもう実際騙されてしまったら自分にも非があるっていう考えにはなりますかね。誰も手を差し伸べてくれないっていうのもおかしいと思うし、大人がちゃんと判断しようとかそういうことじゃなくて、ちゃんと政府が国が対策をするべきだなっていうふうに僕は思います。SNS を政府が取り締まれって言うんですか。政府が取り締まって自分を客観的に見れてない部分はあるのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。なんか当時の状況を振り返って話してくれてましたけど、自分の良かった面と悪かった面がもう何も判断できてないというか、反省を何もできてないというか、次に生かそうとする姿勢が1ミリも見えないからこそなんかそういうのに騙されちゃうんだろうなっていう。僕は犯罪に巻き込まれた被害者だと思って、自分に1ミリも本当に非がなかったと思ってるのかっていうのはそう皆さんもおっしゃってることになっちゃうんですけど、巻き込まれるにもやはりちょっと理由はあるんじゃないかなっていうふうには思ってしまいます。SNS の情報とか嘘か本当って全部わかります。例えば政治関連のニュースとかだとこうフェイクっぽいことが書かれてる下とかにこれが正しい情報ですよみたいなのがこうらしいですよみたいなのがこう出るようになったりとかしてるんで、対策はいろいろ出てるんだとは思いますよ。その中でもまだ騙される人が2年前だと今よりいたよねっていう話かなとは思いますけどね。騙されたっていうのはみんな言いますか。騙された被害を自分が生んだとか加害者側だって意識は皆さんない。ないです。闇バイトって名前自体ってどうなんですか。ちゃんと犯罪なんだって分かるようなライトにするのやめた方がいいと思うんですよね。自分のおばあちゃんとかだった時にその受け子の人とかを悪くないって言えます？お金が欲しかっただけなんだろうなって思います。許せるんですね。